皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。早速ですが、今回の素材写真はこちら。落ち着いた雰囲気に佇む美味しそうなパスタ。いい雰囲気だけに、色が難しいですね。難しいけれど、適切に色を見極めたいものです。どのように色を選んでいったらいいのでしょうか。そのコツは、光の設定を決めるということです。どういうことでしょうか。絵ができていく過程とともに説明します。それでは、スタート。今回の工程はこちら。下書き、線画、下塗り。この時に色選びのコツを説明します。そして書き込み。まずは下書きから書いていきます。最初に光と色の関係を私たちはどう見ているかというお話をします。周囲の光っていつも違いますよね。時間や天気、室内の照明など状況や環境によって全然違います。光の状況は常に変化していて、物はいつもその影響を受けている。光によって物の色はいつも変化しているけど、人はその変化に影響されずに物の色を一定に感じることができます。どんなに薄暗くともリンゴは赤く見えるし、夕焼けの光が当たっていても葉っぱは緑に見える。これを色の恒常性と言います。これは光に惑わされずに色を一定に見るという脳の機能です。こんなに薄暗かったら、そりゃリンゴもこういう色になるよね、とか、夕方でオレンジの光が当たってるなら、そりゃ葉っぱもこんな色になるよね、という具合に、光の状況を想像して脳が自動的に色を判断するのです。詳しくは色の錯覚の動画で解説していますので、ぜひご覧ください。次に線画です。下書きレイヤーの透明度を下げて、上に新しいレイヤーを乗せて描いていきます。ところで冒頭に、この写真は色が難しいと言いました。それは、このパスタがどういう状況に置かれているかという情報があまりないからです。もう一度写真をよく見てみましょう。この写真からは、ここが締め切られた店内なのか、外光に照らされたどこかなのかなどはわかりません。外から夕方の暖かい色味の光が入ってきているようにも見える。窓がない部屋で照明に照らされているとしたら、蛍光灯のような白い光ではなさそう。暖色系の照明に包まれた少し薄暗い店内なのかな。じゃあ光の設定をそうしちゃおうということで、光の設定を暖色の照明に照らされた少し薄暗い店内と決めました。それを選ぶ色に反映させましょう。下塗りに入るので色を決めていきましょう。最初はお皿から。もともとお皿は白のはずと勝手に設定。暖色の照明で照らされた少し薄暗い部屋ということは、明度を下げて暗くして色相をオレンジ寄りにします。こんな感じの色で塗ってみましょう。なんかすごい色。白いお皿には全く見えませんね。でも大丈夫。次はパスタ。パスタって本来はこんな色とまずは設定。そこから明度下げのオレンジ寄りの色で塗ってみて、こんな感じでしょうか。パスタは明るい部分と暗い部分の差が大きいですが、まずは明暗のちょうど中間を狙って塗っていきます。マーカーブラシを使って均一な色で線画に沿って塗っていきます。では、それぞれの具材も想定よりも明度下げのオレンジ寄りの色を作って塗りましょう。ここで色のトーンをビシッと決めることができると、この後がすごく楽です。この下塗りの色を基準にすれば、他の色が簡単に選べるからです。パスタの色の差が激しいので、書き込む前に大まかな明暗をつけましょう。パスタのみを選択して、大まかな色の明暗を書きつつ、色調を調整します。マーカーブラシの明度を下げて、薄く塗り重ねる感じで明暗を作っていきます。こんな感じでしょうか。では書き込みに入っていきます。下塗りでしっかりと色のトーンを決め込んだので、色選びにあまり悩みません。下塗りの色を基準にしてシフトさせれば、明るい色、暗い色が簡単に選べます。ということで、この工程では形をしっかりと再現することに集中しています。今回は色の選び方を説明する動画なので、書き込みは再生速度を上げて省略しようと思います。書き込みの方法については他の動画でも解説しています。部分的に仕上げていって絵を描くモチベーションを保つ方法や、絵がリアルに見える瞬間をお見せするものなど、書き込みはリアル絵の一番の見せ所になっています。ぜひ他の動画も見ていってくださいね。ということで、絵ができました。リアルな絵を描くときに一番難しいのが、今回解説した色選びだと私は思います。
リアルに見せるには色の恒常性という脳の機能を無視して色選びをしなければいけないからです。そのために光を設定するわけですが、今回は薄暗い場所と暖色の光と設定しました。早朝の青白い光や室内のランプの明かりなど光の環境はとてもたくさんあります。大切なのは自分の中で光の設定をしっかり決めてブレずに作業を進めることだと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。皆さんからのコメントをお待ちしています。この動画が良かったと思ったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。